私はもうすぐ死ぬだろう。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼども、ゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年38号、ワンピース最新話1123話、空白の2週間を考察していきます。この1123話はエッグヘッド編の終わり、つなぎの回ですが、空白の2週間とはもちろん、空白の100年のヒント回でしょう。それは僕の過去の考察とちょいちょいつながります。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まずは2週間前、1023話の予想はこのように考えました。こちらです。1123話の累計数は23話、123話、1023話です。そんな1123話の語呂合わせ予想は、EG3、ベアバンク、ステラの遺体を持ってきた麦わらの一味。その遺体をどうするというのか、ベアバンクの遺体に注目はできましたが、2週間前の予想はいまいちでした。話数の理論を修正していきましょう。23話ではウソップの罪、嘘がバレた話。一方、1123話では裏切り者、ヨークの罪、嘘がバレた話。さらに23話では裏切り者、キャプテンクロが登場。ベアバンクのサテライト、猫であるヨークと元黒猫海賊団クロの2人の偽装つながりは、1年半前、このように考えました。こちらです。キャプテンクロとベガバンクは表裏一体でしょう。黒の異名は百景の黒。大金を欲していました。一方、ベガバンクの異名はしがない天才科学者。ベガバンクも大金を欲していました。キャプテンクロは自称平和主義者でしたが、ベガバンクは平和主義者パシフィスタを開発しています。そしてキャプテンクロの武器は猫の手と言います。ベガバンクは猫の手も借りたいサテライト猫を開発していました。そして黒は同じ黒猫海賊団の仲間を皆殺しにするという、ヨークも同じ猫サテライトを皆殺しにするというベアバンク6、6をひっくり返すと黒になる。ヨークは裏切りの黒猫のイメージだった。裏切りの黒の黒と裏切りの6のヨーク。そして123話ではルフィが突然仲間を裏切っています。それはミスゴールデンウィークによるカラーズトラップ、裏切りの黒。次に1023話はウリ2つ。ジャッジの息子サンジに出会ったクイーンは、お前らガキ全員サイボーグなんだってな。そのように告げるとサンジは俺だけは人間だと言いますが、その後サンジは外骨格が発動しています。とにかくジェルマの裏切り者がサンジです。23話の裏切り者の黒、123話のミスゴールデンウィークの裏切り者黒、1023話のジェルマの裏切り者黒足のサンジ、1123話の裏切りの6ヨーク。このように繋がっている。そして1023話のタイトルはウリ2つですが、1123話にはウリにそっくりなベガバンクの脳みそも描かれています。そのベガバンクの脳みそウリは2つ生き残りました。それが悪のリリスと欲のヨーク。以上が話数の理論一つなぎです。それでは本編の考察を始めましょう。まず1123話の話数の語呂合わせ1つ目は人々の罪。人々の罪でしょう。1123話ではポーネグリフを研究したベアバンクの罪や、それを暴露する裏切り者ヨークの罪の話です。さらに扉絵ではヤマトに石を投げた子供たちに伝次郎は嫌いな奴とおでんを一緒に食べる刑を与えています。罪と罰。そして1123話の話数の語呂合わせ2つ目は人々は罪。人々は罪でしょう。罪とは将棋やチェスで逃げ場を失うことです。1123話ではベアバンクと釈迦がその罪によって積んでいます。これは1064話の釈迦のセリフでもわかります。私はもうすぐ死ぬだろう。そしてこの1064話の話数の語呂合わせはテロス、就活であると考えました。こちらです。テロスでしょう。テロスとはギリシャ神話の哲学用語で、肉体の死に向き合った哲学者たちが良き人生を全うする道を模索することです。要は現代日本でいう就活のことをテロスと言います。そんな釈迦は正しいと書いて釈迦。釈迦とは釈迦。悟りに目覚めた人か。そしてこの1123話では本当に釈迦たちがまさに就活をしていたことが明かされています。これが語呂合わせ考察の真骨頂。そんな1123話のスタートはエメトが放ったジョイボーイの覇気によって気絶して寝ている海軍の人々。このシーンは以前考えた空白の100年は全世界の冬眠説につながるのかとも一瞬考えましたが、空白の100年とは海面が200メートル上昇して数多くの人々が海に沈み、なおかつ世界の情報網が分断されてしまったことで
それまでの歴史が消えたと言っていましたから、冬眠説はおそらく違ったのかもしれません。とにかく、とてつもないジョイボーイの覇気に対して、ドリーは、赤髪以上か、とシャンクスと比較しています。これはすでに2週間前、エッグヘッド編の終わりは、ワノ国編のシャンクスの覇気と類似していると考えましたから、そのつながりの答え合わせでしょう。そんな沈黙の艦隊海軍と、沈黙のエメトを残して、エルバフへ出航2か。ここでウソップはドリーとプロギーとの再会を喜び、ルフィは力を使い果たしておじいちゃんのようになり、ベアバンクのように舌を出しています。これが1123話のオスの頃は3つ目。ひとひとじいさん。ひとひとじいさん。ひとひとのみ、ニカが疲れるとじいさん。ひとひとじいさん。ここでサンジはベアバンクじいさんの遺体に話しかけます。ベアバンクは生前、サンジたちに何やら不可解なことを言っていたようで、そこから物語は2週間前に遡ります。2週間前、釈迦は融合炉の数値から裏切り者に気づき、リリースに疑いをかけますが、しかし1週間後、裏切り者はヨークだと判明。そしてヨークの通信データを復旧させてみると、時すでにお寿司。ヨークはすでに五老星たちにベアバンクが空白の100年の研究をしていることをリーク済みでした。これによりベアバンクはすでに自分たちが積んでいると自覚したようです。ちなみにここでベアバンクはルルシア王国の滅亡について地下水位を調べていますから、以前考えたようにベアバンクは配信中コーヒーを飲んでいましたから、海面上昇の秘密はコーヒーのサイフォン式と同じ原理でしょうか。あの世界には大量の地下水が存在していて、古代兵器が放たれたことで地下に眠っていた水が蒸発して雨になって外へと出てしまい、その雨が降り終わると海面が上昇してしまう、そんなような仕組みなのでしょうか。ちなみに小田先生が生まれた熊本市は水道水源の全てを地下水で賄う日本一の地下水都市だそうです。脱線しましたが、ベアバンクの暴露配信では世界や世界政府に気を使って話していたようです。ここでははっきりと政府が古代兵器を所有しているとベアバンクは考えており、それは公には言えないという。さらにベアバンク曰く、世界政府の存在とは近づくほどに黒くて見えない、そのように表現しています。つまり配信では世界政府と滅ぼされた王国、どちらが正義なのかはわからないと濁していましたが、それは世界を混乱させないための嘘だったようです。とにかく空白の100年を研究した罪をヨークにリークされて、ベアバンクたちは完全に積んでいます。しかしベアバンクは言う。ただでは死なん。ベアバンクは最後の計画、就活を行うことを決意します。それがでんでん虫による全世界への暴露配信です。小原がたどり着いた真実を世界に知らせるために、ベアバンクステラとベアバンク1釈迦、ベアバンク4ピタゴラス3人が小原の意思を伝える。それは1の釈迦と4のピタゴラスで意志。未来へ受け継がれる小原の意志。エッグヘッド編のテーマがこれでしょう。エッグヘッド編では3人の老人が死を覚悟して未来への意志を残しています。死を覚悟したガープが残した正義への意志。死を覚悟したコブラ王が残した革命への意志。死を覚悟したベアバンクが残した海賊への意志。そして2日前、3人のベアバンクはあの配信の録画を行い、そのでんでん虫を巨大ロボットエメトの内部に隠しています。エメトとはヘブライ語で真実という意味です。ここです。ここが今回のポイントでしょう。123話のタイトルは空白の2週間。それは空白の100年のヒント回。ならば空白の100年にジョイボーイはワンピース、別名一つなぎの代表を隠しています。一方ベアバンクはでんでん虫を隠しています。数年前から考えているように、でんでん虫とは一つなぎ。127話でんでん虫。そのでんでん虫が世界へ知らせる真実とは大秘宝。一つなぎの大秘宝。つまりワンピースのメタファーがベアバンクのでんでん虫です。そのでんでん虫をベアバンクは巨大ロボットに隠したということは、ワンピースも巨大な何かに隠したと考えられる。それはもちろん4年前から考えているように巨大なクジラの中なのか。4年前、エニエスロビーの場所にはかつて滅ぼされた王国が存在し、そこへ古代兵器が放たれて、王国があった大地はひび割れてバラバラになり、その王国のかけらであるラフテルの島は丸ごと巨大なクジラが飲み込んだと考えました。
それはおそらくワンピースを世界政府から守るために飲み込んだのか。一方世界政府はそのクジラを逃さないように3つの正義の門でエニエスロビー周辺の海域を封鎖し、誰もたどり着けないデルタゾーン、タライ海流に閉じ込めたと考えました。そのクジラとはまさに囚人のようであると考えました。その囚人のようなクジラを解放するのがルフィだろうとも考えました。もしもこの考察が正しい場合、そのヒントはクジラのラブーンです。ラブーンの内部はエメトみたいに改造されていました。一方、ズニー社には白いクジラの木があり、その中には雷蔵が隠されていました。モコモコ王国はこの雷蔵を守るために滅んでいます。この雷蔵はその後、象から水を持ってきて、燃える鬼ヶ島を救っていましたが、もしかするとこの雷蔵もワンピースのヒントなのか。ワンピースの正体とは水を操れる悪魔の実、もしくは水を操作できる仕掛けなのか。確かに水を操作できれば沈みゆく世界を救うことができますが、この辺はまた今度考えましょう。そしてベアバンクは島雲製造機、雲太も重要だという。これは空島とエッグヘッド両方で改正されていました。海楼石に含まれる成分パイロブロインと水分を変化させると固形の島雲を作れると。パイロブロインについては他の考察者さんたちも注目していましたが、確かに世界が海に沈むなら島雲によって人々は空へと移住できます。ただこの島雲は確かに人類を救うアイテムですが、すでに別の用途で使われているかもしれません。それはルルシア王国を滅ぼした古代兵器を包んでいる雲です。多くがもしもあの古代兵器の復活に加担しているなら、盗んだマザーフレーム以外に雲太も提供していた可能性があります。ここであの古代兵器について考えましょう。こちらの動画では世界政府が所有している古代兵器はどちらも同じウリ2つであり、同じ設計図だろうと考えました。つまり世界政府が所有する古代兵器プルトンとワノ国で眠る古代兵器プルトン、まるでカイドウとモモノスケのソウリューズのように古代兵器はウリ2つ。そしてエッグヘッドでは2人のベアバンクが生き残っています。ルフィサイドには悪のベアバンクリリス。世界政府サイドには欲のベアバンクヨーク。ヨークは世界政府の古代兵器プルトンを操作しそう。ならばリリスはワノ国の古代兵器プルトンを操作しそう。悪 VS 欲のソウリューズです。するとリリスはワノ国の古代兵器プルトンを島雲によって空へと浮上させる、そんな可能性もあります。次に考えたいのは800年前の裏切り者です。空白の2週間が空白の100年のヒントなら、800年前にも裏切り者が存在したということになります。まずエッグヘッド編の世界政府の裏切り者はステューシーでした。そして800年前の世界政府の裏切り者はリリーでした。ステューシーとリリーはどちらも政府の裏切り者です。一方ベアバンク側の裏切り者はヨークです。そのように考えると巨大な王国にも裏切り者がいたのでしょう。それならば800年前の裏切り者はネロナイムです。ネロナイムとは神仏の漢字パズルですが、ネロとはイタリア語で黒という意味もあるからです。ネロイコール黒、裏切りのネロナ。イム様はエネルのように故郷を裏切って滅ぼしたのか。脱線しましたが本編に戻りましょう。3人のベアバンクは隠した天然虫を悟られないよう、そして最悪の時代を想定して自らの記憶を消去します。ベアバンクは熊の記憶を研究していましたから、記憶の消去はお手の物です。これでベアバンクに最悪の事態が起きれば一矢報いることができる。一矢、つまり勝利できると。そのわずか2日後、すぐに最悪の事態は起きました。そしてベアバンクは死を覚悟してサンジに遺言を残しています。自分は見捨ててくれていいと。そしてワンピースはお前たちが見つけてほしいと。それはいわば熊の遺言とも同じです。以上です。エッグヘッド編が終わり、いよいよエルバフ編がスタートしますが、次の章は明らかにエルバフ編というよりもワンピース争奪戦でしょう。黒ひげを追うシャンクス、2人はついに激突するのか。海軍に賞金を出して恨みを買うクロスギルド、そして神の騎士団を注視する革命軍ドラゴン、さらに火の傷の男は誰なのか。世界各地で数々の争いが勃発しそうです。続いては次回1124話の展開を話数の理論から予想していきましょう。1124話の類似話数は24話、124話、1024話です。24話は偽れぬもの。
ウソップが楽しい嘘で病気のカヤを喜ばせている。そして偽れぬものとは自分の海賊の血統のことです。こことつながるなら1124話ではウソップの父親ヤソップの話でしょうか。ヤソップは赤髪海賊団ですからエルバフの巨人とも友達です。124話はお茶がうめえ。引き続きカラーズトラップ裏切りの黒。そのトラップを見抜くウソップ。こことつながるならトラップ罠の話でしょうか。1024話は何菓子。ウソップがビッグマムの覇気を自分の覇気だと偽っています。そして空腹のヤマトとおでんの公開日誌の話。1024話の語呂合わせも人の日誌。こことつながるならバイブルつながりでヤマトとクマはつながると以前考えましたからクマのバイブルの話なのか。また空腹のヤマトの話は明らかに日本神話の太陽神アマテラスが岩戸に入ったため世界が闇に包まれた話がモチーフですから、1124話では太陽の神ニカの伝説が巨人から語られそう。そんな1124話の話数の語呂合わせ予想はいい立志。熊が持つバイブルには空島について書いてありましたが、エルバフやニカについても書いてあるのか。人々に死をぶち切れたイム様と五老星が麦わらの一味を抹殺するために海軍に捜索命令を出しそう。人いにしえの人でありエルバフに伝わる太陽の神ニカ伝説が語られるのか。以上です。皆さんはどう思われましたか。ありがとうございました。次の章ではウソップに活躍してほしいです。チャンネル登録してね。謎を解く鍵はより一体語呂合わせ。最強を忘るの理論に滑り倒すダジャレと恩師な。私の考察には敵が多すぎる。謎を解くゆでろ一緒に最後まで釈迦じゃないよ。